皆さんどうもこんにちは。刀の舞さんです。今回は鎌倉の面白いゲストハウスに滞在したドイツメンバーたちと武士とともに鎌倉の歴史ツアーに参加した動画です。その後、この時のご縁で武士は私たちの道場に入門してくれました。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。鎌倉にやってきました。平日ですが結構人は多かったですね。天気も良いです。相変わらず朝は顔が怖いですね。江ノ電側の改札を出ておなり通りをまっすぐ進みます。みんなから武士のゲストハウスに泊まって武士とツアーに行くと聞いていたので、ちょっと和風ミックスな格好にしてみました。着物の羽織を着ております。Google マップを見ながら来ましたが、本当に合ってるのかなと思うぐらい細い道を指示されております。不安になりながらも歩いていくと、ニコニコのアレックスが迎えてくれて一安心しました。みんなも入り口で待っていてくれました。こちらはゲストハウス彩りさんです。古民家を改装されたそうです。いろいろ気になるところ満載ですが、毎月お餅つきイベントもされているそうです。みんなに促されて入っていきますと、入り口には早速鎧があります。ゲストハウスって初めてでして、勝手に入っていいのかなって思いつつ、ピーターの案内で奥の客間へ行きました。彼らが泊まったお部屋は金屏風に掛け軸、日本人形、ちゃぶ台と、私のおばあちゃん家よりも昔の日本文化がぎゅっと詰め込まれたイメージのお部屋でした。いきなり英語ペラペラの武士が登場です。またしても言い訳ですが、本当に急遽このツアーに参加させていただくことにしたのと、事前に武士に動画撮影していいかと打ち合わせする時間もなく、登場してすぐこの説明がスタートしましたので、初対面で登場からカメラを向けてるのも失礼かなと思って撮ってなかったんですが、絶対撮っとけばよかったですよね。それにしても英語が堪能というだけではなく、鎌倉の歴史や文化を英語で説明できるというのがすごすぎて、尊敬の眼差しで聞き入ってしまいました。もちろん彼はこのツアーをプランするにあたって、何を説明するかとか使用する英語はしっかり学んで何度も練習しているとは思いますが、質問にもちゃんと答えられています。彼を見ていると、私が話せる英語の範囲って本当に赤ちゃんレベルだなと思いました。もっと私も英語の勉強頑張ろうって元気をもらったのですが、なんだかんだ今年もいろいろございまして、この編集を始めるまですっかりその気持ちを忘れてしまっていたので、自分でも繰り返しこの動画を見て頑張りたいと思います。武士のインスタアカウント用のショートムービーを撮ってツアースタートです。みんな朝から元気ですね。甲冑の武士に続くドイツ人たち、多分この辺にお住まいの方は見慣れた光景なのでしょうが、やっぱり面白いですよね。アレックスはおもちゃの刀が気に入ったようです。私も今年ハマってる漫画で主人公がこんな刀で戦うので、一人でニヤニヤしてました。見たいところは自由に立ち止まって見させてくれるスタイルです。前日彼女は持ってたお菓子を取りに持って行かれてしまったそうです。鎌倉や江ノ島周辺はトンビが多いですね。
私も昔紫芋コロッケを食べる前に持って行かれたことがあります。一つ目の武士おすすめスポット、八雲神社に到着しました。武士が上手のお作法を英語で丁寧に教えてくれています。こちらは平安時代に建てられた厄除けの神社だそうです。こじんまりとしたお社ですが、立派なしめ縄で手入れが行き届いているのを感じました。日本の神社で鏡が祀られているのは様々な理由がありますが、ここでは武士は自分自身の中にいる神を映し、自分を見つめ直すことについて説明しています。立派なご神木ですね。武士もアニミズムについての説明をしています。日本では世の中に存在するすべてのものに神が宿っていると考え、八百万の神として崇める風習があります。Then you tell them What you want? your name. The name? Your name. Yeah. Oh, okay. It's very important to give them your name. Oh, I made everything Oh, wrong I the whole 2 weeks. They don't know who I am. And also, where are you from? Oh, okay. 神様への正しいご挨拶の仕方を丁寧に説明してくれました。私も大人になるまで神社はお願い事をしに行く場所だと思っていました。今は名前と住所、健康で過ごせていることの感謝を伝えるようにしています。In Matsuri, we take the spirits out of the shrine. 次は日本のお祭りとおみこしの説明です。This is the Matsunori. So this is a little shrine, but you can carry around the neighbors, so that the people こんな風に立派なおみこしがたくさんある神社もなかなか珍しいのではないでしょうか。彼女はお地蔵さんやお稲荷さんがなぜ赤い前掛けをしているのかを質問してるんですけれども、これぜひ一度武士ツアーに参加して実際に聞いてみていただきたいです。私はこんなにたくさん説明できる気がしません。なんで名前が書いた紙が貼ってあるのか、確かに気になっちゃうところですよね。武士は神社への寄付の仕組みについても説明してくれました。彼女は京都の伏見稲荷の鳥居の寄贈は知っていたようです。次にやってきたのは妙本寺です。開山は日蓮上人だそうです。とても美しいお寺ですが、鎌倉殿の13人では涙なしには見られなかった比企の乱の聖地ですね。実はこの妙本寺、ピーター夫妻が初めて来日した時に人力車ツアーで一緒に来まして、ちょうど本堂の左手で写真を撮りました。みんなで着物を借りて人力車に乗りました。このピンクの花は街道というバラ科の植物だそうですが、これは3月か4月だったんですけれども、ちょうど満開でとっても綺麗でした。今回はもう新緑でしたね。本堂にも上がりましたが、とても良い雰囲気でした。みんなで記念撮影する様子もご紹介します。ピーターの自撮り棒はすごく長くて面白かったです。この辺りは日蓮上人のゆかりの地が多いようですね。
私の地元は東京の大田区日蓮上人の亡くなった池上本門寺の近くだったので、歴史を勉強したつもりだったのですが、今度ちゃんと調べてみたいと思いました。人力車に乗るお客様に再敬礼する武士です。しかも人力車を引くお姉さんは初めて会いました。鎌倉で働くのもちょっと楽しそうですね。No, fireflies is different than the lightning. Yeah, right. ホタルですか。ここの川はホタルが見られるそうです。確かにホタルに会えそうなくらい綺麗な川ですね。My Chinese is all in black. Oh yes. Are you Yes. ninja? Yes. 武士の鎧はセルフメイドだそうです。プラスチックでできてると言ってました。新しく作るときはぜひ撮影させてもらいたいです。 This type of brick is called Kamakura ishi. It's very old. この石壁は鎌倉石と呼ばれ、砂の岩で柔らかく加工しやすかったそうです。鎌倉時代から使用されていたそうですが、今は採掘されていないそうです。そして森の中、武士についていくと、そこは北条高時の腹切り櫓でした。ここでいう櫓とは、鎌倉時代の山腹に作られた横穴式のお墓のことです。現在は立ち入り禁止区域なので、拾ってきた写真で武士の説明の声のみですが、大事だなと思ったので残しておきます。 My ancestor is escaped from Kamakura to Kamidaira-mura in Toyama, Toyama Prefecture. There's a lot of places that escape from Kamakura to start farming. Some great villages, but the Fojo family has finished here, and this is a graveyard. There used to be skeletons here. So every year, the Hokaiji temple, the monk came here to mourning for the dead. Yeah, because of the medieval period, they have no idea to surrender to the enemies. They think the kids and wives are going to be abused, and yeah, things like that. So they decided to commit suicide. Yeah, kids. Female person have the small katana, mamori katana. 武士のご先祖の歴史を教えてもらった後は、鶴岡八幡宮の前の通りに出ました。その左手の建物に連れられていくと、なんと私が個人的にずっと行ってみたかった場所でした。しかも武士がモデルのポスターがやっぱり有名人なんですね。こちらは北条氏小町邸の跡地です。強化ガラスになっていて、出土した遺跡が上から見られるようになっています。大河ドラマを見ていた時にどこかにあると聞いていたのですが、こんなところにあったなんて知りませんでした。2階では鎌倉の歴史や観光名所のムービーを見ることができます。前に私はトイレの動画も撮るとギャグにされてしまいましたが、ここの有料トイレは高級旅館のように綺麗で快適で、誰もいなかったので思わず撮ってしまいました。段葛を歩いて鎌倉駅方面に向かいます。そして最後に連れて行ってもらったのは雪の下教会。鎌倉観光に行けば誰しも目に入るとは思いますが、中に入るのは初めてでした。アポなしでこんなに堂々と入っていいものなのですね。なぜ彼がここに連れてきてくれたかというと、奥に彼が紹介したかった絵があるからなのですが、これはぜひ武士のツアーに参加されて直接説明を受けた方がいいと思います。
最後に武士おすすめのお蕎麦屋さんでみんなで遅めのランチを取りました。You cannot find it? みんなは観光客向けの英語のメニューが割高なのか気にしてましたが、ちゃんと同じ料金でした。この後私は仕事だったので飲めなくてすごく残念でしたが、みんなはビールで乾杯です。私は知らなかったんですけれども、昔の日本では乾杯の時にやさかって言ったそうです。ますますの繁栄を祈る言葉だそうです。So now, tell me how to eat it. Tell me how to eat. Okay, open your mouth. So get a chopsticks. And so I put Yes, it in there. this yeah. And you have to season. Silberzwiebeln, Wasabi. Yeah, yeah. If you just eat it alone, Yeah. you're disastrous. Oh. 私は武士おすすめのごぼう天ざるにしました。このごぼうが大好きでござる。ありがとうございます。私はつゆを服にまき散らしてしまうので麺類をするのが苦手です。アレックスも麺をするのは難しいと話してます。家で練習すると話してますが、私もできないから別に練習しなくていいと思います。ごぼうの天ぷらはとても美味しかったです。厚みはあるのですが歯切れが良くて甘みを感じました。英語はどうやって勉強したの？武士はアメリカで1年半英語を勉強していたそうです。しかも大学院に行ってたんですね。すごいですよね。タイムリミットが来てしまったので私はここでお別れです。またしばらく会えないのでビッグハグをしました。ケンツル道場の皆さん、武士も一日ありがとうございました。というわけで今回は鎌倉の武士ツアー Vlog でした。次からはいよいよ取りだめて編集できてなかった過去動画になるんですけれども、多分1年前のドイツ旅行の動画が次になると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もしてもらえたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。